はい、今回はソニーベガスプロで音質、音色を調整することができるトラックイコライザーの使い方をご紹介していきます。まず素材を一つタイムラインに配置します。そして見ていきます。音の方を聞いていきますと、大きく2つの音が鳴っています。1つが川の流れる音ですね、ザーという。そしてもう1つが風の音ですね、低音で。そしてこれら2つの音ですね、特色といいますか、聞いていくと、川の音は高音の音なんですね、さーっと。そして風の音は低音の音がゴーとなっている感じになっています。そして川の映像ですので、風のゴーという低音の音は邪魔な音ですね。これらの低音の音をカットして聞きやすいように調整していきます。そういった場合に使用するのがイコライザーとなります。音の調整になりますので、使用するのは音のエフェクトとなります。ソニーベガスプロは素材を配置した時点で自動的に音のエフェクトがセッティングされています。このトラックイコライザーという項目ですね。トラック FX をクリックすると、こんな感じで3つエフェクトが適用されています。ざっくり役割を説明しますと、トラックノイズゲート。これはノイズの除去、ノイズリダクションですね。トラック EQ、トラックイコライザー。これが高音や中音、低音などのバランスを調整するエフェクトとなります。そしてトラックコンプレッサー。これは音量、音圧の調整に使用するエフェクトとなります。その中で、今回はこのトラック EQ、トラックイコライザーの使い方をご紹介していきます。まず、このグラフの見方から見ていきます。この横軸ですね、20、40、80、162、320と左から数字が上がっていくのですが、一番左ですね、ここが一番低い音となります。そして、どんどん高い音になっていて、一番右が 20kHz、一番高音の音となります。そしてこのグラフ0の線ですね。これが今、フラットの状態、素材そのままの音の状態となっています。この0より縦軸、上に持っていくと、例えば、この位置ですね。こういう形にすると、低音を持ち上げる。低音をカットする。高音を持ち上げる。高音をカットする。といった使い方になります。そしてこれ、調整するバンドが4種類、4つあります。これらを組み合わせて音質を調整していきます。例えばこの位置ですね。ここ有効、無効、チェックで切り替えていきます。そして次このローシェルフ。これがいわゆる低音調整用のセッティング。でバンド。特定の部分を持ち上げたりカットしたり。そしてハイシェルフ。高音を調整するセッティングとなります。ドラッグでもできるのですが、周波数をこちらのバーで調整していくこともできます。最後の帯域幅が、この特定の周波数だけにするのか、周りも緩やかに持ち上げるのかといったセッティングとなります。では実際に使っていきます。例えば、まずこの場合ですと、風のゴーという低音をカットしていきます。低音用のローシェルフを下に移動していきます。ざっくり切ってしまいます。そしてエフェクトをオンオフすることで比較していきます。オフにします。ゴーとなっていますね。そしてオンにするとカットできています。こういった形で低音を切ることで不要な音をカットすることができます。そしてさらに
高音調整で音の抜けですね、調整していきます。聞き比べます。変わっていますね。こんな感じで音質を調整することができます。ですがこの場合、低音をがっつり切って高音を持ち上げている形になっていますので、いわゆる音が細くなってしまいます。こういった細くなるのが困るような場合には、別の使い方としまして、ピンポイントで不要な音を探してカットする方法があります。こう、バンドを持ち上げて、風が一番鳴っているところを探します。この辺りですかね。そして一番鳴っている不要な周波数をガツンとカットします。こんな感じですね。風の音が切れていますね。そして同じように高音の抜けを調整します。こんな感じで撮影した生音に対して、聞きやすい音質に調整していくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。